テクノロジーが進化すれば、新しい産業が生まれて、その雇用も創出されて、私たちの生活が豊かになる。これって、産業革命の時代から、なんていうか、私たちの常識だったじゃないですか。ええ、そうですね。技術と繁栄は常にセットだっていう大前提ですよね。はい。でももし、そのルールが、今、音を立てて崩れ始めているとしたら、あなたはどう思いますか？本日の深掘りへようこそ。よろしくお願いします。この番組では、日々あふれる膨大な情報の波から最も重要なインサイトを抽出して、あなたが今知るべき現実の全体像をつかむための、いわば近道を提供しています。ええ、今日のテーマは非常に重要ですよね。そうなんです。今日私たちが直面しているのは、巨大テック企業、いわゆるビッグテックの中で起きている前代未聞の矛盾についてなんです。はい、本当に不可解で、ある意味で残酷なパラドックスが起きています。一方では、天文学的な資金が新しい AI 技術に注ぎ込まれていて、誰もがその華やかな進化を称賛しているじゃないですか。毎日ニュースになってますよね。なのに、その裏口では、これまで企業を支えてきた何万人もの従業員が静かに、でも非常に大規模に職場を追われているんですよ。そうなんですよね。今回は2026年4月下旬時点での最新動向を紐解きながら、この巨大な矛盾がどうつながっているのかをリスナーのあなたと一緒に解き明かしていきたいと思います。はい、情報の点と点をつないでいきましょ今日のソースはですね、ブルームバーグ、アマゾンやメタの公式発表、それから CNBC やニューヨークタイムズの報道などです。一見バラバラに見えるこの技術の進化と雇用の創出っていうニュースを一つのテーブルに並べてみます。う。そうすると、企業が今生き残りをかけて、どんな、血みどろの決断をしているのかが見えてきますよね。ええ、本当に企業が発表する輝かしいビジョンと経済メディアが報じるシビアな資本移動の現実。この2つのレンズを重ね合わせて初めて今のテクノロジー業界の真の構造が理解できるはずです。その通りですね。では早速、核心に入っていきましょう。まずはブルームバーグが報じたちょっと桁外れな数字の話からです。はい、驚愕のニュースですね。Google が AI スタートアップのアンスロピックに対して、なんと最大400億ドル、日本円で数兆円規模っていう信じられない額の投資を計画しているという報道です。400億ドルですからね、国家予算レベルの規模ですよ。本当にすごい数字です。ただここで私がちょっと引っかかっているのは、Google って言えば、長年、なんていうか、自社開発異常主義みたいなカルチャーがあったじゃないですか。ああ、確かにそうですね。自社の天才エンジニアたちが作ったもので勝負するという。なのになぜこれほど莫大な資本をある意味でライバルでもある外部の企業にベットしているんでしょうか？それこそが、この400億ドルという数字に隠された最大の戦略的意味合いなんですよ。戦略的意味合いですか？はい。確かに Google は自社モデルの開発も全力で進めています。でも現在の AI 開発競争ってもはやどのソフトウェアが一番賢いかっていう純粋な技術競争のフェーズを通り越えているんですよね。なるほど。ただのソフトウェア開発じゃないと。これはもうインフラ覇権争いなんです。エコシステム全体を誰が支配するかという巨大なゲームに変わってしまったんですよ。エコシステムの支配ですか？例えるなら、新しい大陸を発見した後の鉄道接外ラッシュみたいなものなんでしょうか？それはすごくわかりやすいですね。まだ見ぬ都市。つまり、完成された AI に向かって、とにかく一番太い線路、資金ですね。それを敷いたものが勝つっていうパワーゲームなのかなって。まさにその通りです。アンスロピックは強力な独自技術を持っていますけど、それを動かすには膨大な計算リソースが必要ですよね。はい。莫大なサーバーがいりますよね。そこで Google が巨額の資本を注入するということは、実質的にアンスロピックの技術と顧客基盤を Google のクラウドインフラ、つまり GCP の傘に縛り付けることにもつながるんですよ。なるほど。自社モデルだけで勝負するリスクは高すぎると判断したわけですね。そうです。技術の進化スピードが全く予測不能だからこそ、彼らは勝つためではなく、絶対に負けないためにエコシステム全体を資金力で囲い込もうとしているんです。負けないための全方位への網張りですね。それにしても400億ドルって一つのスタートアップに対する投資としては異常ですよ。単なる資本提携の枠を完全に超えています。なんていうか、これは計算資源とか電力を独占するための平坦の確保に近いものを感じます。その視点は非常に重要です。
AI モデルの学習には文字通り発電所をいくつも稼働させるような電力と枯渇しつつある半導体チップが必要です。もはや物理的な陣取り合戦なんですよね。物理的な陣取り合戦ですか。はい。そしてそのインフラという物理的な制約の話は、そのまま次の大きな動きへと直結してくるんですよ。そうですね。じゃあ次はまさにそのインフラの物理的な頭脳の話に移りましょうか。メタの動きですね。はい。Google が圧倒的な資本力でエコシステム全体を囲い込もうとしている一方で、メタはハードウェアの確保において、ある種の禁じ手ともいえる越境戦略に出ています。Amazon の提携ですね。これも業界の勢力図を塗り替える非常に示唆に富むニュースです。Amazon とメタの公式情報なんですが、メタが自社のエージェンティック AI、つまり自律型 AI ですね。これを稼働させるために、なんとライバルである Amazon のクラウドサービス AWS と提携するというんです。しかも Amazon の独自チップであるグラビトンチップを利用するんですよね。そうなんです。リスナーの皆さんもすでにご存知だと思いますが、エージェンティック AI って単なるチャットボットとは違いますよね。腑に落ちないのは、なぜ Amazon なのかってことなんです。確かに、メタといえば世界中に巨大なデータセンターを自前で持っている企業ですからね。そうなんですよ。オープンソース AI の開発に何十億ドルもつぎ込んでいる巨大なインフラ企業なのに、なぜわざわざ他人の家の庭を借りて、しかも Amazon 独自のチップを使わなきゃならないんでしょうか。疑問に思うのも当然だと思います。メタの自社インフラは確かに強力なんですけど、問題は用途が違うということなんですよ。用途が違う？これまでメタが構築してきた GPU を中心とした巨大データセンターは、主に AI モデルの学習や瞬間的で膨大な並列計算に特化しているんです。なるほど。AI を賢くするための計算ですね。そうです。でも、エージェンティック AI が日常業務として常にバックグラウンドで動き続けて推論を繰り返すようになると、要求されるリソースの性質が全く変わってくるんですよ。計算の質が変わるってことですか？その通りです。自律型 AI エージェントが数百万、数千万という規模で24時間稼働し続ける世界では、GPU のような瞬間的な爆発力よりも効率が求められるんです。効率ですか？いかに少ない消費電力で持続的に安価に推論処理を行い続けられるかが勝負の分かれ目になります。もしメタが既存のインフラでこれを力技でやろうとすれば、電力コストと冷却コストだけで会社が傾きかねないんですよ。なるほど。つまり、最新鋭のレーシングカーで24時間耐久の長距離輸送をやろうとするようなものですか？まさにそれです。レーシングカー、つまり GPU ですよね。それで輸送をやったらガソリン代で破産してしまうから、圧倒的に燃費のいいハイブリッドトラックを大量に持っている Amazon に頼らざるを得なかったと。極限までチューニングしてきましたから。だから Amazon のグラビトンチップ、つまりハイブリッドトラックが必要だったわけですね。さらに言えばこれはスピードの問題でもあります。メタが自前でそのハイブリッドトラック用の巨大な駐車場をゼロから設計して構築している時間はないんですよ。時間との戦いでもあると。はい。AI 開発競争のパラダイムがいかに賢いモデルを作るかから、いかにそのモデルを経済的に持続的に社会実装するかに急激にシフトしています。そのためには昨日までのライバルとでも手を組まなければ生き残れないんです。プライドや自前主義にこだわっている暇はないという強烈な危機感の表れですね。お互いの強みをパズルのように組み合わせるしかない現状があるわけです。Google の40億ドルも、メタと Amazon のインフラ提携も、巨大企業が文字通りなり振り込まず、AI という新しいインフラを構築していることがよくわかりますね。本当にダイナミックな動きです。でもここで私たちは立ち止まらなければなりませんよね。はい。その裏側にある代償の話ですね。そうです。何百億ドルもの投資、莫大なサーバー群、そして他社のインフラを借りてまでのシステム構築。このとどなしの資本投下を続けるための原資は一体どこから来ているんでしょうか。それが私たちが今日見つめなければならない最もシビアな現実です。無尽蔵に見えるビッグテックの資本にも当然限界はありますから。何かを極端に増やせば別の何かを削らなければならないわけですよね。ここで CNBC とニューヨークタイムズの重苦しい報道につながっていくわけです。テクノロジーの華やかな進化の裏で人間側が支払っている代償についてです。はい。両メディアの報道を総合すると、メタとマイクロソフトの2社だけで合計2万人もの雇用が削減されています。2万人ですか。凄まじい数ですね。CNBC はこれを AI 主導の労働危機、
AI ドリブンレーバークライシスとして報じています。AI 主導の労働危機ですか？さらにニューヨークタイムズに至っては、メタが AI プッシュ、つまり AI への経営資源の集中を明確な理由として掲げて、全従業員のなんと 10% に当たる人員をレイオフすると伝えています。10% のレイオフっていうのは企業の日常的な新陳代謝の枠も大きく超えていますよね。組織の体幹を削り取るような構造そのものの作り替えです。そうですよね。そこで少し意地悪な見方かもしれませんが、専門家としてあなたの意見を聞かせてください。はい、何でしょ AI が人間の仕事を代替するっていうのは、以前からずっと言われてきたことじゃないですか。う。SF の話のように語られてきましたね。でも今回のこの巨大なレイオフは、本当に AI が有能になったから人間が不要になって切られたんでしょうか。それとも AI を動かすための高価なインフラや電力を買うお金を捻出するために人間の給料がコストとして削られているんでしょうか。そこは非常に鋭いポイントです。報道の表面をなぞるだけではこの違いがよく見えないんですよね。そうなんですよ。どっちなんでしょうか。そこを明確に区別することは現在の状況を読み解く上で非常に重要です。結論から言えば現在のフェーズで起きているのは圧倒的に後者なんです。後者、つまり資金捻出のためですか。はい。つまり AI が直接的に業務を奪ったのではなくて、企業が AI へ天文学的な投資を行うための原資として人間の労働力が帳簿上から切り捨てられている状態なんですよ。なるほど。純粋なコストカットであり、資本の再配置だということですね。でも、企業側は AI に注力するためという言葉を使っていますよね。これってある意味で投資家に対するポーズでもあるんでしょうか。まさにそこが AI-Driven Labor Crisis という言葉の持つ二面性ですね。企業が単に業績不振で 10% クビにしますって言えば株価は暴落します。はい、当然そうなりますね。でも次世代の AI にリソースを集中させるための戦略的な構造改革ですって説明すれば、ウォール街はむしろそれを歓迎して株価は上がるんですよ。経営陣は人間のコストを削ってその浮いた資金を GPU やサーバー、あるいはアンスロピックのような外部への投資に回していると。そうです。今はまだ AI という設備を買うために人間を売っているフェーズなんですよ。それだけでも働く側からすれば十分に冷酷な現実ですけど、あなたが今はまだと言ったのが気になります。ということは、この資本の再配置が終わった先にはもっと根本的な変化が待っているということですか。面白いのはそこからで、同時に恐ろしいところでもあります。先ほど話題に上がったエージェンティック AI が Amazon の省電力インフラの上で数万規模で本格稼働し始めたらどうなるか。自律的に業務をこなす AI ですね。はい。目標を与えれば自律的に業務を完遂する AI が普及すれば、次に来るのは間違いなく本当の意味での業務代替によるレイオフです。なるほど。ついに AI が直接的に仕事を奪うフェーズが来ると。そうなんです。つまり現在の資金捻出のためのリストラは、これから起きる真の構造的失業の単なる予兆というか最初のドミノに過ぎないんですよ。今はまだインフラを立てるための形作りで、実際に AI エージェントたちがオフィスに出社し始めたら、さらに大規模な人員削減が起こりうるということですね。そういうことです。これってビッグテックという世界で最も利益を出している企業群ですら起きていることじゃないですか。当然彼らだけの問題では済みませんよね。はい。テクノロジー業界は常に炭鉱のカナリアですからね。彼らが自分の大組織で血を流しながら AI を社会実装するためのインフラを整えてノウハウを蓄積していくわけです。そしてそれが他の業界にも波及していく。そのパッケージ化された自律型 AI のシステムは、やがて金融、製造、小売、医療など、あらゆる産業へと輸出されていきます。あらゆる産業で同じことが起きるんですね。その時、企業が新たな成長エンジンへリソースを集中させるという決断を下すたびに、既存の労働者が摩擦熱によって削られていくという構図が世界中で再現されることになります。テクノロジーが進化すれば私たちは豊かになるという冒頭の常識が完全に裏返っていますね。本当にパラダイムシフトです。企業というシステムの中では人間を抱え続けるよりも人間を減らしてでも AI インフラに投資した方が企業価値が高まって株主もそれを支持する、そういう冷徹な計算式が完成してしまった。これが今回の深掘りのテーマである巨大な矛盾の正体だったわけですね。その通りです。
私たちは今、単なる新しいソフトウェアの登場を目撃しているわけではありません。はい。資本主義における労働と資本のバランスが AI という新しいインフラの登場によって根底から再定義されようとしている転換点に立ち会っているんです。さて、ここまで複雑なピースを組み合わせてきましたが、本日の深掘りから得られたキーテイクアウェイを一度整理してみましょうか。はい、そうしましょう。まず、Google によるアンスロピックへの40億ドルという国家予算レベルの投資、そしてメタと AWS が結んだエージェンティック AI を稼働させるためのインフラ共用提携。これらは単なる技術ニュースではなく、AI という次世代のインフラ覇権をめぐる技術と資本の歴史的な爆発がということですね。そして忘れてはならないのが、その爆発的な投資を支える代償として、メタやマイクロソフトで合計2万人もの雇用が削られているという事実です。企業の体幹を揺るがす 10% のレイオフという労働危機が同時に進行しているわけですよね。はい。華やかなイノベーションとシビアな資本の再配置は、1枚のコインの裏表としてしっかりつながっています。リスナーのあなたにお伝えしたいのは、たとえあなたが今テック業界で働いていなかったとしても、今日私たちが話したことは決して対岸の火事ではないということです。あらゆる人に影響してきますからね。はい。日々メディアから流れてくる AI の素晴らしい新機能っていう情報にただ目を奪われるのではなく、その裏で企業が何を削り、どこに巨大な資本を移動させているのか。そこを見るのが重要ですよね。このお金とインフラの動きを把握しておくことが、あなたのいる業界で明日何が起きるかを見通すための強力な羅針盤になるはずです。企業がどのような意図を持って新技術を導入して、どのような痛みを伴って組織を変容させているのか、そのなぜとどのようにを読み解く力は、これからの時代を生き抜くために必須のリテラシーになりますね。間違いありません。それでは最後に、今日の議論を踏まえて、ニュースのソースには直接書かれていなかったもう一つの視点をあなたに投げかけて、本日の深掘りを締めくくりたいと思います。はい。今日お話ししたエージェンティック AI、つまり自ら考えて動く AI、エージェントたちが数年後、企業の中で本格的に稼働したと想像してみてください。オフィスの光景が全く変わるでしょうね。オフィスのデスクから人間の姿が極端に減って、見えないクラウドの向こう側で数万、数十万の AI エージェントたちが24時間休むことなく働き、経営企画を練り、コードを書き、利益を生み出し続ける世界。はい。そんな AI が労働の主体となった世界で、私たち人間が企業に所属して働くという行為の意味は、一体どこに見出されるのでしょうか。非常に重い問いですね。効率性や生産性で AI に勝てなくなったとき、私たちが社会や他者に提供できる真の価値とは何になるのか。それは経済の仕組みを超えて、人間としての私たちの存在意義そのものを問う非常に深く避けては通れないテーマですね。はい。その答えは AI が教えてくれるものではありません。だからこそ、日々の業務の中で、ぜひあなた自身の頭で、この問いに向き合ってみてください。きっと、これからのキャリアを考える上でも重要なヒントになるはずです。今日もあなたの知的好奇心を刺激して、世界を見る解像度を少しでも上げるお手伝いができたなら嬉しいです。ありがとうございました。次回もまた、情報の波の奥外にある本当の面白さを一緒に探求していきましょう。それでは、また。